どうも皆さん、はじめまして。グエタンと申します。この動画では VRC プレジャーが一体どういったギミックなのか、またどのように使うのか、この動画で皆さんにお知らせできればいいなと思っております。まず VRC プレジャーはパソコンやスマートフォンで接続することのできる、いわゆる大人のおもちゃを VR チャットから操作することができるギミックとなっています。対応デバイスに関しては商品ページの方をご確認してください。この動画ではアバターギミックに関して説明を行いますので、ソフトウェアの使い方であったり、アバターギミックの導入方法に関しては別動画やドキュメントの方をご参照してください。それでは始めていきます。VRC プレジャーのアバターギミックをアバターに導入しますと、エクスプレッションメニューに VRC プレジャーのサブメニューが追加されます。この中には最大9つのサブメニューがございましてが、実際に導入する際には使うものに絞って導入していただくとスムーズにご使用することができると思います。まずはソフトウェアコントロールから見ていきましょう。この中にはデバイスの基本的な操作をするためのメニューが入っております。お持ちのデバイス数、接続するデバイス数によってセットアップする数を変更してください。最大8つまでのセットアップに対応しております。この中には制御停止であったり、各プリセット動作を切り替えるためのもの、さらにはマニュアル動作とパターン動作という項目がございます。パターン動作は VR チャット内の自分であったり他のプレイヤーの動きに応じてデバイスを自由自在に動かすことができるギミックです。詳しくは後ほどご説明します。マニュアル動作では VR チャット内から動作強度を切り替えることができるほか、 VR チャット内のアバターギミックによっても動かすことができます。こちらのスライダー表示をオンにしていただくと、このように目の前にですね、スライダーが出現します。このスライダーを握って左右に動かすことによって動作強度を切り替えることができるというようなギミックです。なんとこのスライダーは他の人からも操作することができるほか、このキューブを持つことによって自分の好きな場所に固定することができます。またこのギミックは自分でも見るをオフにしていただくと、このように自分からは消えてしまうんですが、他の人からは先ほどと同じように見えますので、自分ではどのように動かされているかわからないというようなドキドキハラハラ感を楽しむこともできます。それではここからは先ほど言ったパターン動作の実際の説明に入ってまいります。パターン動作は VR チャット内のアバターの動きによってデバイスを自由自在に動かすことができるギミックとなっており、ソフトウェア内でその動かし方は調整することができます。アバターギミックとして今回は動かし方を何種類か設定した Unity パッケージを配布しております。それを順番に見ていく前に、パターン動作を行うときにそのパラメータを VR チャット内で確認しやすいようにパラメータを確認するためのものを用意しております。それがこちらのパラメータビューワーになっておりまして、こちらはカウンタの都合上1000倍した値を確認していただくことができるようになっています。ではまずパターン動作1種類目であります簡単なコンタクトでの動作についてです。こちらのコンタクトオンオフっていうのをオンにしていただくと、初期設定では頭に手で動作するコンタクトが設定されており、その距離によってデバイスを動作させていけることができます。このようにですね、どこに手をかざせばいいのか直感的に分かりやすいように円を表示させていただいております。こちらは頭につけてもいいし、自分の好きなところにつけることができるようになっています。それでは次の項目に移りまして、次は胸 PB と書かれた項目ギミックについてです。
こちらのフィズボーンオンオフをオンにしていただきますと、胸に設定されたフィズボーンが有効化されまして、その変形量をもとにデバイスを操作することができるものとなっています。今、フィズボーンがどんな形になっているのか、またどこにあるのかわからないよっていう場合は、こちらの自分で見るであったり、他人からも見えるを押していただくと、このようにフィズボーンがどこに設定されていて、どんな風に変形しているのかっていうのが確認できるようになります。それでは次は、ピストン機能と書かれたギミックについてご説明をします。こちらのギミックは口述します SPS のように他のユーザーと使うときに他のユーザーに対して何らかのセットアップを共用するものではなく、それと似たような操作感を提供するギミックとなっています。このギミックはコンタクトセンダーとペアレントコンストレートを使用して SPS 等のギミックが相手のユーザーになくともそれに似た操作感でデバイスを操作することができます。こちらもこの中のコンタクトオンオフをオンにしますと、アバターの正面にですね、このように円が出てきます。こちらを掴んでもらって上下にこのように動かすことによってデバイスを動作させることができます。このギミックはどこでも好きな場所に置いておくことができまして、さらにですね、人が近づくと今どの位置にあるのかというのが分かりやすいように、このように円が出るようなものとなっています。なお、このギミックも同じように自分でも見えるをオフにすると自分ではどこにあるのか分からないようになるため、他の人に動かしてもらうことによってドキドキ感を感じることができるのではないかと思っています。それでは次は SPS での動作についてです。まず SPS っていうのはプラグとソケットが互いに接続し合うような動作を表現するのに広く使われているもので、具体的には棒が穴に対して吸い付くような動作をするようなものとなっています。なお、似たシステムとして TPS であったり DPS といったものがございますが、VRC プレジャーでは動作を保証しておりません。それでは説明をしていきましょう。まずは SPS プラグの中にありますモデル表示をオンにしてください。そうするとサンプルで設定しております右手に設定しております棒が出てきます。こちらはアバターギミックとして導入する際に別のモデルに置き換えていただいたり別の場所に固定していただくことを想定しています。次に SPS プラグをオンにした状態で SPS のですねソケットをどこかに有効化します。こうして設定されるところを近づけていきますと、このように吸い付けられると同時にこのようにですねパラメータが動いているのがわかると思います。これは SPS のが吸い付いている深さといったものをパラメータとして取得することができているので、このパラメータをもとにデバイスを動かすような形です。これはソケット側、今回はプラグ側を設定しましたが、ソケットをオンにしてプラグをオフにして、こっちでもソケット側でも同様のことができますので、他のユーザーと使うときにですね、任意に設定を切り替えていただければいいかなと思っています。そして最後のギミックとなります。次は一時停止のトグルホールド機能です。こちらはデバイスの制御を一時停止するためのギミックとなっており、こちらも他の人から操作することが可能です。一時停止トグルと一時停止ホールドというメニューがございまして、この中にどちらともコンタクトオンオフというものがございます。このようにオンをすると
アバターの前方の方にこのように円がございます。この円の中央部をつかむと、こちらも同様に好きな場所に設置することが可能です。この玉に触れるとですね、一時停止が切り替わったり、他にも一時停止ホールドの方では一時停止ホールドの方では触れている間のみ一時停止を行うといったものギミックとなっています。こちらも自分でも見るをオフにすると自分では見えないものの一時停止機能は動いておりますので、ドキドキ感をよりプラスして楽しむことができるものとなっております。以上でアバター側ギミックの紹介動画を終了したいと思います。アバター側のギミック、特にモデリング等は全くの素人ですので、こうした方がいいよ、またそういったご要望だったりコメント、どんどんお待ちしております。ブースの連絡先であったり、X の DM、または Discord のコミュニティも開設しておりますので、そちらの方でお寄せください。バージョン1をリリースした後も、定期的により良いギミックになるように改良していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、このギミックは VR チャットの OSC 経由で特定のパラメータの変化というものを取得することさえできれば、アバター側ギミックに全く制約はございません。そのため、ユーザーの皆様が思うようにアバター側ギミックは改造していただけると、このギミックの本領が発揮できるかなと思います。また、その際は、ぜひ私にも共有していただければ、今後の開発の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここまで見ていただきありがとうございました。それでは。